球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラマンデッカーにディメンションカード怪獣として登場中のミクラスについて解説していこうと思います。ウルトラセブンに初登場時のカプセル怪獣としての活躍から時代順に振り返って丸裸にしてやろうと思います。この首元のこの葉っぱとかも剥がします。はい、ではまずミクラスが最初に登場したのは皆さんご存知の通りウルトラセブンでした。カプセル怪獣としてセブンに従順に仕えていて、ミクラスとウィンダムとアギラの3体が作中で登場しました。ポケモンの元ネタとも言われているので、ある意味御三家ですね。過去の動画でも軽く触れましたけど、出身地は M78 星雲のバッファロー星で、光の国のウルトラマンたちとご近所さんですね。基本的には時間稼ぎとか様子見的な感じの役割で、ミクラス含めてそこまでの大活躍みたいなことはなくて、戦闘力もお世辞にも高いとは言えない感じでした。ミクラスは第3話と第25話に登場したんですけど、これ両方ともセブンがウルトラアイをなくしちゃった回なんですよね。3話の時はピット星人に窃盗に遭っていて、25話の時はポール星人とガンダーによって大寒波が来て、その大雪の中普通にウルトラアイを落としてセルフで大ピンチになった回でした。詳しくは過去に出したセブンがウルトラアイをなくした回をまとめた動画でがっつり紹介していますので、そちらをぜひ見ていただければと思います。光の国以外の M78 星雲の星々を紹介した動画と一緒に概要欄とコメントに URL を載せておきます。で、それぞれの回のミクラスの活躍なんですけど、ウルトラアイをなくした主人の代わりに第3話では宇宙怪獣エレキングと、第25話では凍結怪獣ガンダーと戦っています。エレキング戦では初登場ということもあって張り切っていたのか、肉弾戦で結構押していたんですけど、最終的に電撃攻撃で敗北。ガンダー戦では終始翻弄され気味で普通にやられたんですけど、両方しっかりとセブンのために時間稼ぎをしました。セブンがウルトラアイをなくして一番迷惑をかけたのがこのミクラスかもしれませんね。平成セブンにも登場してノンマルトの守護神ザバンギというかなり強い怪獣と戦わされて、ウィンダムと一緒にめちゃくちゃにやられます。角を折られて目の光とかも消えていたので、ワンチャン死んじゃったんじゃないのってぐらいボコられてます。かわいそうに。そしてウルトラマンメビウスではマケット怪獣として登場しています。マケット怪獣とは一体という方のために軽く説明しますと、メビウスの時代の M78 ワールドではウルトラ9から80までの過去のデータがたくさん残っていて、そのデータを元に再現されたのがマケット怪獣です。ミクラスもそのうちの1体として登場して、好み隊員の相棒として活躍しました。と言っても最初は弱そうとかブサイクとか誹謗中傷の嵐で、ニコラスとか言って名前も間違われたり、戦いの途中で逃げ出したり、もうめちゃくちゃでした。でも好み隊員と共に臆病な性格を徐々に克服して成長して立派な戦力として活躍できるようになりました。ただ臆病な時のミクラスめっちゃ可愛いんで、ちょっとだけ寂しい気もしました。で、このマケット怪獣って1分しか活動できないんですけど、データなので他の怪獣のデータからその能力を拝借することができるという画期的な特徴を持っていました。それによってネロンガとかエレドータスの電撃能力や透明化能力を拝借したエレキミクラスというパワーアップを果たします。これによって本家ミクラス超えの活躍を何度も見せてくれました。科学の力ってすげえ。セブンに登場した本家ミクラスはレイオニクスのレイに一時的に貸し出されて大怪獣バトルで活躍します。でもメビウス登場の個体と同様になぜか臆病な性格になっています。もしかしたらセブンの時は敵と戦うよりもセブンに怒られるのが怖いから無理やり戦ってたのかもしれませんね。セブン超スパルタ説で、レイブラッド星人の亡霊を除霊した後にセブンに返却されて、その後のウルトラ銀河伝説ではなんとあのベムスターを倒すという大金星を挙げます。レイに鍛えられたのか、戦いのコツをつかんだのか、セブンが怖かったのか、ベムスターに賄賂でも渡したのか、とにかくよく勝てましたね。その後は銀河の映画にちょろっとだけ出たり、ギャラファイにも登場したりしつつ、ディメンションカード怪獣としてウルトラマンデッカーに登場します。カプセルやらマケットやらディメンションカードやら忙しいですね。なぜデッカーがミクラスを従えてたのか結構謎ですけど、これからそれが解き明かされるんですかね。マケット怪獣時代のように違う能力が付与される可能性などいろいろ楽しみすぎてウエハースを買いすぎてしまいそうですね。
デッカーではすでに因縁のエレキングとも戦いましたし、すでに存在感を示しまくっていますね。ウィンダムとアギラについてもドヤ顔で動画を出そうと思っていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。